ハーベスティー花だよ。今回は一人で私の大好きな香港に行ってきたよ。ノスタルジックな雰囲気で最高だったから、みんなも最後まで楽しんでね。おはようございます。今上海空港にいて、さっき香港のチケットのチェックインが終わったから、今から香港に行けます私いつからこんなアクティブになったんだろうって感じ。今回の旅はこんな感じで、上海から香港に向かったよ。他の Vlog もあげるから待っててね。今香港に着きました。全然伝わらない。緊急事態発生。1ミリも繋がらない。どういうこと？マジで旅行先でスマホ使えないのやばいじゃん。だからちょっと今焦ってるので、ちょっとお問い合わせします。はい。この時マジで大焦りしてたんだけど、空港 Wi-Fi 繋がってるから、空港で言えばどうにかなる。みんな大丈夫。安心して。カスタマーセンターに問い合わせて無事できました。ここに 2CD って書いてあるから、多分こっちかな？予想です。はい。とりあえずこの看板を見つけたら街には出れます。これのエアポートエクスプレスみたいなやつになる。来た来た。これ？Let's go! このめっちゃなんか目の前の電車乗ります。これで九龍みたいな。九龍？今ここに行く。値段は1900円くらいで結構安いよね。あんまり人いなかった。これまだ見てる風だけど景色1ミリも見えてないです。今 YouTube を上げました昨日 YouTube 上げようと思って、てかもう2週間ぐらい更新してなくて、旅行行ったりしてるからね。ネットワークもめっちゃ遅いし、とりあえずタクシーに乗りたいの。どこタクシー？タクシーがやばい、現金なくて終わった香港全くキャッシュレスではないという事実が判明しました。タクシー乗り場に行って、タクシー4台ぐらい来たのね。でカードで行けますかって聞いたら、全部キャッシュオンリーって言われて、私キャッシュやってなくて、嘘でしょみたいな。で今からウーバータクシーを使ってタクシーに乗りたいと思います。初めてテスラのタクシーに乗りましたウーバータクシーは日本語表記があるから、もうすごい使いやすいし、クレジットカード払いだから楽だった。疲れた。やば、髪ボッサボサ。やっと着いたよ。今回はこのホテルに泊まったよ。私は前日にホテルを予約したので、すごいお金がかかりました。というか香港は物価が本当に高いから、ホテルは結構高いかも。全部ホテルはジョーダンにあって、もう駅の真横みたいなところにあるから、ロケーションはすごい良かった。移動しやすかった。今冷蔵庫に大量の飲み物入ってたけど、これ飲んじゃダメなやつな気がする。ちょっと検索します。無料なんだけど、神？ペプシと缶の水初めて見た。かわいい。これとセブンアップと緑茶と紅茶。マジで神。22時42分だけど、当たり前に諦めるわけないので出ます。でもその前にコーラ飲みたい。この爪を使って、痛い。どうするマジで。閉まってるよね。ちょっと待って、閉まってるよね。なんかずっとエアコンがガタついてんだけど、これ何？この音どうにかなりますかね。まあ近いけど、結構近いけど、バスタブがあるので結構大好きで、歯ブラシセットと石鹸とシャワーで、ここにはシャンプーとコンディショナーとシャワージェルがある。いい感じ。この音どうにかなんのマジで。どういうこと？わかんない。なんかガタガタしてるし。ねえ、初めて見た。どうすればいいの？入れる。ここにさ、やるの難しいじゃん。できました。
元気寿司からの北海道からのサイズからの松屋からのお宝屋。タクシーめっちゃ多い。でもこのタクシー全部さキャッシュしか使えないんだよ。こういう路地がマジ大好き。ここの地域がもう夜すっごい雰囲気あってよかった。ずっと散歩してた。もうね、散歩が楽しい。見てるだけで楽しい。もう最高すぎて、私本当に住みたい。今すぐに。この雰囲気よ。これもいい。このね、香港の建物の感じ、最高に好きです。私やっぱ本当に大川大先生の映画が大好きでして、香港の映画が本当に大好きなんですよ。だからもう今待ってって感じ。やばすぎるって感じ。帰宅しました。香港の街がすでに最高すぎて、もうずっと歩いてた。異国感が半端ないっていう感じですね。不思議な感じがすごい好きで、ご飯をね食べに行こうと思ったんだけど1時になってしまってて、やばいと思ってなんかもうそんなにお腹も空いてなくて、正直問題なのでおにぎりとこれ買いました。パッションフルーツで、この大きさで250円ぐらい。もうさ、日本だとねこのサイズでね900円すんの。信じられる？このどでかいパッションフルーツは多分毎日飲むと思うんだけど、今日も飲みます。はい、ホテルの裏ぐらいにあって、すごい近いところにあったから買った。そしてこれはタコワサのおにぎり。いただきます。おいしい。待って怖い。紙ストローだ。美味しすぎる。この満足感でこの大きさで250円ありえないし、この時間までやってんのもありえないし、もう最高すぎる。なんかいい匂いの人めっちゃ多かった。びっくりした。純粋に香水なんですかって聞きたいぐらいみんないい匂いした。てかなんか街がいい匂いっていうか、いい匂いすぎて一回振り返ったもん。めっちゃいい匂いすると思って、振り返ってた。じゃあ私はこのタピオカとタコワサのおにぎりを食べながら明日のプランを練って寝たいと思います。バイ。おはようございます。本日のアウトフィットはこのビビアンタムのトップスにカーディガンで、このギンガムチェックのスカートを履いたりしてます。で、今日の天気はね、雨だよね。なんで雨なの？オクトパスカードっていう日本でいうパスモみたいな電子カード、セブンイレブンで作ろうと思ったら、そのカードはないので駅に行ってくださいって言われたから。 OK、 じゃあ行きます。緑で可愛い。オクトパスカード買いますよ。購入に成功しました。駅構内にこういう黄色い建物のカスタマーセンター的なやつがあって、ここで買える。これね、見た？モンゴークっていうところに来ました。ここはなんか香港で一番ごちゃごちゃした感じの街。狭い路地とか屋台とかローカルフードとか、もうアジアのエネルギーがもう全部詰まった街って感じ。今来たとこはノイヤン街っていうところ。これなんかマーケットみたいな感じで、衣服とかバッグとかアクセサリーとか雑貨とか狭くいろいろ並んでるの。値段交渉もできたりして、ここを歩いたらなんか雑貨とか可愛いもの見つかると思う。この香港 T シャツ絶対買いたくて来ました。ミディアム。
I'm from Japan. Oh, Japan, nice. Thank you, bye bye. 買いました500円とかだっただから2枚買ったここがレッドに載ってためっちゃ安いらしいここは香港にある激安リサイクルショップ日本や韓国からの古着が多いんだって1着安いと200円ぐらいでだいたい1000円ぐらいが中心かな3着で1800円のまとめ買いとかもあったりして掘り出し物が好きな人は好きかも私はこうやって探すの大好きだから好きだったとにかく服がめっちゃあるもう取り出しづらいぐらいたくさん待ってレストローズ8600円ちょっと待ってこれ長いな359円でレストローズを見つけましたありそうなんかありそう1階と2階があって2階もこんな感じでギューッと詰まってたでここを見てたら謎にビビが2冊ありました本当にどういうことしかも結構最近のやつっていう少し歩いたところにある通菜街は金魚街とも言われてて金魚がたくさん売ってるの本当に水族館みたいにたくさんいたでもね写真はねちょっとダメなところがあったからそれはちょっと気をつけて門国歩道橋っていう有名な歩道橋があるんだけどここからの景色が完全に私が想像していたもう映画の中の香港って感じで最高だったこれ夜見てもすごい綺麗なんだって私みたいに香港のノスタルジックな雰囲気が好きな人はもう絶対行ってほしい本当に好き次の駅に向かいますセントラル駅ってところめっちゃシティセントラルはさっきとは違っておしゃれなカフェとかショップとかなんかもっと洗練されたエリアって感じだったでも坂道とか古い街並みも残ってて混ざった感じが独特で好き散歩してたらいい感じのお店があったから入ってみたレトロな軽食屋さんって感じでメニューにも英語書いてあったここはフレンチトーストが人気らしいんだけど私はチキンのラーメン頼んだ店内もこんな感じでもうザ・レトロな喫茶店って感じだったこういう香港の喫茶店はチャーチャン店っていうんだってこれは西洋と中華がミックスされたようなスタイルで香港式ミルクティーとかインスタント麺とかフレンチトーストとかあとレモンティーとかそういうメニューが安く早く食べれるから最高このラーメンも500円ぐらいだったしね私が入店した時は誰もいなかったのだけど私が食べてる途中にどんどん人が入ってきてもう満席になったのね香港では相席は普通なので普通に私の目の前にお客さんが座ってましたもう結構近いの距離がだからねいない時に入ってよかったじゃなかったら多分撮影もできてないぐらいの狭さだったでも、ね、そのローカル感がいいんだよねそして今から飲むのが私も大好きな香港式ミルクティーこれは濃い紅茶にエバミルクっていう無糖の練乳を入れた紅茶なの香港にはイギリス統治時代の影響で紅茶文化が根強く残ってるのだからね香港のレストランに行ったら大体ミルクティーありますミルクティーと麺ってちょっとアンバランスっぽいけど意外とよくあるスタイルなの香港料理ってあんまり油っぽくなくてさっぱりしてるからこのミルクティーと結構合うめっちゃ満席になったんだけど急に私が来た時誰もいなかったのこの後は電車乗ったよ香港では MTR っていうんだってもうほぼ地下鉄ってくらいほとんどの路線が地下を走ってるの街が狭いから地下を掘りまくって電車を通してるらしいで駅に降りましただけど本当に事件が多発したので後で話しますちょっと夜になりました香港に行ったらこういうローカルなパン屋さん絶対行ってほしい私の大好きなこのパイナップルパンもあるしエッグタルトもあるし他にも値段が手頃でたくさんの種類があって美味しいからな楽しいよここに来ましたで、45だから1000円は行ってないんだねいただきますご飯を食べに来ましたこれはスワンラーフェンって言って四川系の酸っぱくて辛いスープ春雨麺がさつまいものでんぷんでできた感じでコリコリしててすごい美味しかった
ワンタンもトッピングできてね、すごい美味しかった。レンゲがね、長いのが持ちやすい。なんか日本のやつ短くない？もっと長くしてほしいんだけど。帰宅しました。ちょっと事件が多発したんで、本当にありえないっていう感じで、エッグタルトとか買ったから、それを食べながらちょっと話します。まず見て、これウーロンミルクティー。ウーロンミルクティー私本当に大好きで、絶対買いたいと思ってさっき買った。で、その店員さんもすごい優しかった。美味しい。美味しい。これはなんだっけ、パイナップルパンみたいな感じだ気がする。私銀行のカードを2枚持ってきてたのね。でそのうちの1枚をずっと使ってたの、この旅行中。銀行を見つけて、あ、これいいじゃんと思ってやったのね。だけどなんでか知らないけどできてなくて、拒否されましたみたいな。はいと思って、でなんかカードがね、こうやってピピピって返ってきたの。そのカードを無視して、なんでこれできないんだよと思ってスマホでいろいろ検索してたの。そしたら私の銀行のカードがまた ATM の中に入ったの。私それ見た時に本当にスローモーションになって、海外でもう自分の知らない土地で、もう自分の知らない言語で私の銀行のカード、もう命綱的なカードがなくなったんです、目の前で。でも幸いなことにカードを2枚持ってたから、もう1つがあるからそれで全然問題ないんだけど、で後ろ見たら女性の方が1人いて、フィリピンの方だったので、話せるよと思って、もうありがとうございますみたいな、本当に神に見えた。彼女の名前はミシェルっていうんだけど、ミシェルが助けてくれたのはもう本当に、でこんなに優しい人って存在するんだって本当に泣きそうになりました。モバイルバッテリーもなくて充電もないの。このシチュエーションでさ、充電がなくなってスマホが使えなくなったらマジで私本当に徒歩で帰る以外の選択肢がなくなるみたいな。彼女が本当にサポートしてくれてめっちゃありがたかった。この話をみんなに伝えなきゃいけないと思って伝えました。ピーナッツ、なんかフィリピンから働きに来てる人が多いんだって。ピーナッツバターと同じ味がする。これ後で食べます。なのでみんなクレジットカードにはお気をつけください。はい食べます。これ音聞こえた？最強にカリカリしてる。これは大切に冷蔵庫に入れて後で食べます。おはようございます。3日目は友達におすすめしてもらったウォンタイ市にある有名なお寺に行ってきたよ。香港で高層マンションに直接服がずらっと干してるのすごいよく見る。これがすごいアジアのバイブスを感じますね。駅から歩いてすぐのところにあるこのお寺は香港で一番有名な願いが叶うお寺なんだって。健康、仕事、恋愛など何でもお願いできるパワースポットらしいです。お寺に入った瞬間にこんな感じで干支の銅像が並んでるの。これ触ったら運気上がるんだって。お寺の入り口あたりでおばちゃんとかおじちゃんが線香をセットで売ってきたりするんだけど、実際お寺の中入ったら無料でもらえる線香あるんだってだから買わなくてもいいっぽい。高層ビルに囲まれてるっていうのが香港らしくてさらに良かった。自分の干支を触ると幸運が訪れるらしいから触ります。多分取る。見て、この手だけもピッカピカなの。みんな触ってるのOK、 多分できたじゃあ帰ろうっと。今から海がすごい綺麗なケネディタウンっていう街に行くよ。ちょっと離れてるから電車乗るね。今からこれに乗ります。なんか香港は東京よりも列車の数が少ないのかな、わかんないんだけど、すごい乗りやすい、分かりやすい。とりあえず駅に行けば行きたいところに行ける。私東京に20年間住んでるのに間違えたことマジで何回もある。最寄りで違う方向に行ったこともあるし。乗りますよ。
急にビビったよ。今道路のど真ん中にいます。トラムっていうなんか香港の路上電車的なやつに乗って行こうとしてます。トラムの乗り方はすごい簡単で、入り口は車両の後ろにあるの。2階建てだから景色を楽しみたい人は2階に行くべき。私も2階に行ったんだけど結構人が多くて立ってた。アナウンスとか基本ないから外見て判断するしかない結構揺れるけど、でもこの外の景色がすごい楽しい。降りるときはオクトパスカードをピッてするだけが一番楽。ケネディタウンに来ました。ここは高層マンションと昔ながらのちっちゃいお店が混在してる、もう超ローカル感のある街だった。西洋人の方も多くて、おしゃれなカフェとかレストランがいっぱいあった。でもセントラルみたいなギラギラ感がなくて、もうゆっくり時間が流れてる感じが楽しかった。香港の超ローカルな市場があったから入ってみた。もうガチで地元の人しかいなかったんだけど、魚介とか野菜とかお肉とかたくさんいっぱいあった。香港の日常を感じたい人は市場に行ってみてください。このお店は散歩して偶然見つけたから名前がわからないの。店内のお客さんはもう全員地元の人ってくらい観光客の感じはなかった。来ました。めっちゃローカルって感じ。このパイナップルケーキのスクランブルエッグとソーセージが入ったパンみたいなやつが美味しそうだからを頼みました。あとミルクティー。ミルクティー毎回頼む。香港のミルクティーは味が濃いからね、本当に美味しくて好き。砂糖どのくらい入ってんだろう。もうこれ考えたらやばいよね。やめとくイヤホンをつけて今回もお食事をしたいと思います。もう何も怖くないです。私の大好きなパイナップルパンが届きました。パイナップルパンって言うんだけど、全然パイナップルは入ってなくて、見た目がパイナップルに似てるからこの名前らしい。これすごい美味しかったんだけど、食べるのが本当に難しい。この上のクッキー生地のところが落ちてきちゃったりして、食べ方の正解わかんない。このハンバーガーみたいに食べるのが正解なのか、紙に挟むのか、ちょっとこれ誰か教えてください初めて食べた時、名前の由来も含めて日本のメロンパンにめっちゃ似てるなって思った。帰国して食べようと思ったけど全然日本になくて、ちょっと日本の企業の方お願いします流行ってほしい。歩いてるとこういう雑居ビルがたくさんあるからよく入ってる。なんか買うとかじゃなくてなんか見るのが好きここはゲームセンターみたいになってた。香港はこういう路地がたくさんあって、毎回止まって見ちゃうから全然進まないんだよね。海沿いにベンチがあって、そのベンチでゆっくりするのもいいと思うし、夕日が綺麗だから歩くのも楽しいと思う。この日は天気があんまり良くなかったから伝わりづらいんだけど、すごい良かったよ。海沿いで釣りしてる人もいたこういうジェットに乗ってる人もいて、すごい海外っぽかった。私が頼んだのはヤンジーガンルーっていう有名なスイーツ。マンゴーとかココナッツミルクとかタピオカが使われてるんだけど、本当にこれ大好きなの。サラサラしてて食べやすいから、香港に来たら絶対食べてほしい。香港は家賃が世界トップレベルに高いことで有名で、ワンルームでも10万以上することもあるんだって。理由はシンプルで、土地が少なくて山ばかりなの。しかもその土地のほとんどは政府のもので、建物を建てるには借り賃が必要なんだって。香港の街並みがすっごい素敵だから私も住みたいとか思ったけど、もう絶対に払える金額じゃなさそう私の中でニューヨークが一番生活費高いと思ってたんだけど、調べてみたら香港が1位だったの。それぐらい高いんだって。香港のお土産屋さんをね、Google で調べててやっと見つけました。見せます。なんかこれマップ分かりづらいからみんな注意した方がいい。
このお土産屋さんに行ったよ。他の町にも店舗があるらしいの。想像してる香港雑貨みたいなやつが大体あったから雑貨屋さん困ったらここ行った方がいい。でここのお店見てたら謎の香港スターみたいな人たちのトレカが18円ぐらいで売られてたの。やばすぎると思って、本当に可愛すぎたから全員わかんなかったんだけど、とりあえず10枚ぐらい買っといたこのカードたちをくまなく見てたら謎に松たか子さんとかもいました。はい、突然夜になりましたけれどもホテルに1回帰ってからチムサーチョイっていうところのスターフェリーに乗ったよ。日本でいうお台場みたいな感じで、外国人観光客絶対行くスポットって感じ。香港のローカルっていうよりも都会的なところが凝縮した感じ。フェリーすごい良かったんだけど、意外と10分で終わっちゃうから、あと3回ぐらい乗りたかった。私も観光客なので、観光客として観光客っぽいビデオとかも撮りました。たまにおじさんとかがカメラ撮るよみたいな感じですごい営業かけてくるから、頑張って気をつけて。360度夜景って感じだった。でも私はこれを見てなんか電気代どうなんだろうとか、そういうことも考えてしまって、本当に良くないよね。夜景を見てたら結構夜になってました。だからここの24時間営業のレストランみたいなところに来た。編集してて気づいたんだけど、香港でちゃんとしたレストラン全然行ってなかった。この香港旅行の前に上海に行ってたんだけど、上海では広東料理何個か食べたから、美味しいグルメは上海ブログで紹介します。私が頼んだのは揚げた細い麺にあんかけをかけたやつとレモンっていうの結構人気なんだよ。飲んでなかったから飲もうと思ったらこんなに大きいの来た。ここのお店24時間営業だから客層が結構バラバラで、私の求めてる空間でした。はいちなみに女の子で一人で来てる人はいませんでした。やっぱ確実に美味しいの来た。言わない？これすごい美味しかった。皿うどんみたいな感じで、麺が揚げててパリパリなので、そこにあんかけがあるんだけど、もう量がすごいたくさんあって、一人で食べれる量じゃないぐらいの量があったんだけど、もう満足感がすごかった。実はこれ撮ってる時もう12時ぐらいだったのね。夜過ぎてあんまりお店もやってないし、一人で入れるお店ってあんまりなかったの。だからここを選んでみたんだけど、大正解だった。この席が窓側で、窓がすごい大きくて横の道路が見えるからね、見てた。こんなに夜でもたくさんの車走ってて、みんな頑張って活動してるなって、みんな生きてるなって感じした食べきれないので持ち帰ります。投げられてます、何かが。片焼きそばにもやしと豚の炒め物がかけられたご飯、もうわからないけどそれ頼んだんだけど、量がもうやばい、ありすぎ。なんか3人前ぐらいあった。香港いろいろ行ったけど、私やっぱここが一番好きかも、結局。あ、猫がいる。あ、暗すぎる、やめよう。私が好きな香港はこの超ローカルな感じだから、ローカルを感じたいならここに泊まるのすごいおすすめ。今夜の1時なのね。つまり今日泊まるところを予約もしてないの。マジで終わってるでしょ。今すごい眠いし、もう早く寝たいけど寝れない。探さないといけない。どうしようかなって感じ。香港はさ、この音がずっと鳴ってんのテルルテルルみたいな音がずっと鳴ってて、私はいい感じに青になってる。行こうじゃあ。着替えました。で、香港、I love 香港。今からホテルと飛行機を決めないといけなくて、まず
ちょっと待って、カメラアングルやばすぎて今。だってここ今からホテルを取らないといけなくて、そもそもどうするかって話なの。昨日取っとけばよかったじゃんっていうことを言われたら、はいということしかできないです。今取ってんのマジでギリギリすぎるけど、まあ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 。でもさ、台湾行きたいけど今すっごい疲れてんだよね。3日ぐらいずっと寝不足みたいな感じで、東京から台湾行くより香港から台湾行った方が安い気がする。2万円台で行ける。安っ。もし今寝たらさ、今パッキングも1ミリも終わってなくて、なんか全てのものが散乱してる状態なのね。そして飛行機も取ってないしホテルも取ってないってなったらさ、私どうなんの？さっき本当になんか寝ながら、もう片目閉じながらやってて、こうやってで、今の時刻は3時。ねえねえ、昨日寝たの5時なんだけど、やっぱ狂ってる。香港から台湾のチケットを無事取得しました。本当に香港と台湾のホテルの値段の差がやばすぎてマジで興奮してる。だってさ、香港の1泊の値段で台湾で3泊できる、そのぐらい違う。今はその眠さを乗り越えて、もう眠くないモードに突入してしまったので、一旦紹介してみます。今日買ったのは本当にこのちっちゃいキーホルダーね。見て、めっちゃ可愛くない？可愛すぎる。このさ、麻雀のこのちっちゃいキーホルダーがたくさん売ってて、どれにしようかなと思ったけど、このラーメンの感じがすごい可愛かったからゲットした。鍵にでもつけようかなみたいな感じ。そしてもう本当にこれ感動したの。誰かのどれか見て、全員ね、本当に誰かわかんない。マジ教えてほしい、誰だか。みんなこれです。で、後ろにこう書いてあります。はい、誰と誰のどこいつ。今からエアポートエクスプレス的なやつに乗ります。ここまで一緒に旅をしてくれたみんな本当にありがとう。香港での初めての一人旅、すっごく刺激的で本当にあっという間だった。香港を調べると有名な夜景や観光地が出てきたりして、実際に行ってみてすごく綺麗だった。だけど私はそれ以上に香港のローカルの雰囲気がすごく好きだった。おばあちゃんたちが路上でおしゃべりしてる声とか、マーケットの賑やかさとか、いろんな路地を歩いてみたりとか、そういう日常の景色にすごく心を動かされたなって思った。新しい出会いと新しい発見がたくさんあって、すごくいい経験だった。次はローカルの離島とかにも行ってみたいなって思った。最後まで見てくれてありがとう。次は台湾の旅で会おうね。じゃあバイバイ。次回の YouTube は台湾・台北の旅です。今回も一人で行ってまいりました。古着屋さんに行ったり、夜市に行ったり、台湾らしい可愛い景色がいっぱいですっごく楽しかった。ぜひ見てね、お楽しみに。バイバイ。Thank you.